はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半のエネルギーリーディングをさせていただきます。はい、ちょっと遅くなってしまって申し訳なかったんですけど、いきますね。3月19日、20日、21日の3日間のエネルギー解説の動画を公開しておりますので、よかったらそちらも参考にしてください。では、いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、カップページ逆、ワンドのエース逆、ペンタクルスのクイーン、そしてカップナイト逆、ペンタクルスのナイト逆、ごめんなさい、ペンタクルスの8です。8逆、そしてエンペラーの逆、ペンタクルスキングですね。はい、気をつけることや対策がワールドとソードの9とオラクルはじゃん、タワーです。なんて素晴らしいんでしょう。はい、ちょっと先に誤解のないようにお伝えしておきたいんですけれども、私タロットリーディングをやっていますが、もちろん星読みもしているんですけれども、それをなんか言って当てたいということではなく、今どういうエネルギーの中にいるよって、双子座さんのエネルギーを持っている人はこういう傾向になりやすいよねみたいな、それを見てるだけなので、今の流れから皆さんが気づきを得ていただいて、自分なりにそれを生かしていけるので、絶対こうなるよっていうわけではないんですけれども、この流れを解説させていただいて、そしてご自身で好きなようにそれを料理してください。生かしてください。はい、あくまでも気づきをね促すためにやってる活動です。で、今星で見た時に今回の新月の19日の新月ですね。この時のエネルギー、その双子座さんはもうまんま受けるっていう感じがあって、とってもそうだよねって感じ。この4月のね26日以降はもう天王星というなんか奇想天外なエネルギーが双子座さんに入ってくるので、すごくスピードアップするわけです。その前にこの3月19日の時に自分にとってどのような理想の世界を描くかっていうことがとっても大事になってきて、もうそれを促されてます。この流れ的に。で、特にお仕事とか、その自分がどうありたいか、何を伝えたいのか、これからどんな世界で生きていきたいかっていうことをおそらくイメージしやすいと思いますし、もうここまでの流れでそう思ってきましたよみたいなことかもしれません。で、思ってたけど、なんとなく思ってたけどぼんやりしてたとか、なんか曖昧だったことがだんだんクリアになってくると思います。そして3月20日の春分過ぎたあたりからじゃあやっていこうみたいな、未来を見ていくみたいなね、一人じゃなくて誰と協力しながらやっていくのか、どのように組み立てていくのかっていうことがなんとなくイメージしやすくなる。で、さらに21日以降っていうのはそのビジネスとかコミュニケーションとか流通とかもスムーズに流れ始めますので、やっと思ってたことと点と点がどんどんつながっていくとか、そういうことが起こると思います。ですからとってもこの星の動きは双子座さんを応援してます。もう本当に自分を信じてねとか、自分自身のままでいいんだよって世間が言う求められてることじゃなくて、自分がやりたいことを、自分が生きていきたい道を選んでいいんだよって言われてる感じがするんですね。で、その上でカードで見た時にものすごく遠慮してるっていう感じがあって、なんか確かにある、私こんな風にやりたいっていうのはあるけど、いやこんなこと言えないよねとか、いやこれはちょっとまだ誰にも出せませんみたいな、すごく可愛らしい自分の中で温めてる思いがあるのかなって感じがあります。そして本当はいつでもできるんだけど、タイミングを見計らってるっていう感じがあります。なんかこれまでご自身が経験してきた中で得た知識や体験してきたそのものっていうものは消えないし、それはものすごく双子座さんの中でもう自分の中のなんていうのかな、教科書になってるっていうのか、分かっているみたいなね、何をどうすればいいのか分かってますよって感じがします。大事にしたいものがあるんだっていう感じで、その大事にしたいものを傷つけたくないから、変に悪く捉えられたくないから、すごく躊躇している感じがしますね。そして現状のところもカップのナイトっていうのは
本当はね優しさを差し出すとか誰かにアプローチされるとか申し出を受け入れるみたいなそういうカードなんですけど、逆位置になってるということはその申し出を受け取っていいのかどうか躊躇しているとか、なんか本音で言ってくれてますかとか、なんかいい話は来てるけどなんでそれを私に言ってくれるんだろうって信じられない、相手を信じきれないとか、または自分の中にあるこの思いを本当にこれでいいと自分で信じきれないみたいな、そういった戸惑いがあるのかなって感じがします。でも確実にそれを促されているエネルギーもあるし、そういうふうに自分が気づくように何かを言ってくれる、アドバイスしてくれる人もいるのかもしれませんね。そしてここからペンタクスの8というカードが出てるんですけど、ペンタクスの8っていうのはとにかくコツコツやっていこうっていうね、ルーティンをちゃんとこなすとか、準備をしていくとか、そういうなんかコツコツしたエネルギーをやっていくっていうことなんですけど、それを頑張っているんだと思うんです、今すでに。だけどこれやってて本当に芽が出るのとか、これはいつまで続けなきゃいけないのみたいな、ちょっと先が見えない不安みたいなのもあるのかもしれませんね。だから早く結果を出したいとか、早く見通しを立てたいとか、そういう思いがあるのかもしれませんが急がば回れっていう感じです。これは逃げないから、何も逃げない、自分が早く結果出さないとチャンスを逃しちゃうということ、そんなことは全然ないです。その自分の強さや誇りや自分の価値っていうのはどこにも行きません。自分の中にあるから。だからそのことに本当に気づくための時間が与えられているっていう感じなんですね。よくね何でもビジネスでも早く成功したいわとかって思うと思うんですけど、じゃあ成功してうまくいったらその後どうなのって言ったら、実力がついてこないとか、マインドがついてこないとか、自信が足りてないみたいなのがあるように、結果があって後で調整するのか、現状を整えて結果を出すのか、どっちでもいいっていう感じなんです。で今言われてる、双子さんに言われているのは焦らず落ち着いてコツコツやっていけばいいよって、そしたら自分の強さをちゃんと分かるからねっていうふうに言われてます。そして最終的にはペンタクスのキングということで、ちゃんとそれでうまくいくからみたいな感じです。これもう仕事としてちゃんと成り立つよとか、ちゃんと自分がそれで収益を得られますよとか、自分の納得する形、ここでペンタクスのクイーンだったんです。クイーンからキングに格上げするみたいな感じです。なのでそれはそれで本当安心だしよかったねって感じです。そして面白いのが対策として言われてるカードですね。これがワールドというカードに、そしてソード9っていう9という本当になんか対照的なカードが出てるんですけど、ワールドっていうのはもう本当に世界そのものなわけです。自分が夢見ていたこと、こうなったらいいなって思っていたことって、自分が今まで目を閉じていただけで目の前にあるじゃないみたいな、今ここにあるじゃない、自分の望む世界がっていう感じなんですけど、自分が不安に陥れば一瞬でその世界が見えなくなる、不安に飲まれてしまえばね。でもこういうふうなことで誰でもなるからこそ、今こういう動画でお伝えしてるんですよね。目をつむった時に心地いい感覚になるのか不安になるのかっていうのは、その人それぞれ違うわけです。それは周りのが与えられていることとかではなく、その人の中から見ている世界観によって現実が変わるよねっていうのを知らされているような気がします。ここでこのカードが出てるのはね。なので本当に今3月のこの19日以降、4月も全然いいんですよ。で要するに3月の19日以降のこの春の流れっていうのは、双子座さんにとってはとっても重要な流れです。そして自分の力を思い出してほしい。でタワーっていうのがまたオラクルに出てるってことは、本当にこれはもうなんか覚醒とか目覚めとか、そんな感じなんですね。これまでやってきたことを壊して新しくいく、要は思想とか固定概念とか既成概念とか、それを壊して本当の自分が出てくるみたいな、そんな感じです。そういうきっかけがあるんじゃないでしょうか。どんなきっかけがあったのか、どんな気づきがあったのか、もうぜひ教えてほしいです。コメントで教えてください。ちょっとこれを踏まえた上でのお仕事見てみますね。仕事、ソードの
ナイト、デビル逆、いいですね。カップナイトということで、お仕事に関してはやっぱり何か気づきがあると思います。ここでもタワーっていう風に出てるし、なんかもうこのやり方やめたとか、自分にとっての本当にやりたい仕事はこれなんだっていう目覚めがあるような気がします。でものすごく頑張っています。頑張ってもう要するに自分が納得いくまでやって、ダメならダメでいいみたいな、すごくいい意味での開き直りがあるのかもしれないし、自分がなんか本当に納得いくぐらいやるみたいな感じがありますね。そしてもうじゃあいいって言って、なんか何かを手放していくわけです。自分がとらわれていた何かを。そしたらそれをまたね救い上げてくれる人がいるよってことで、なんかまるで例えばの話ですけど、なんかよくアイドルとかね、こう歌手になりたいって夢見てる人たちがオーディションを受けて、オーディションには落ちましたと。自分がこれまで精一杯やってきたのにダメだったのかと思うけど、後から声がかかって別のところでデビューするみたいな、でそっちの方が良かったねみたいに、そういう感じ。なんか仕事に関してものすごく頑張ったこと、何かそれに対してうまくいかないってわけじゃないんですよ。何か自分のこだわりをそこで手放す、納得がいく、そして誰かがまたそれに対して声をかけてくれて、違う形でそれが救われるみたいな、そんな感じです。はい。そしてちょっと人間関係見てみますね。人間関係は鳳凰ですね。カップエース、カップの2ということで、めちゃくちゃいいですよ。やっぱりさっきの人間関係のとこでも、なんか救ってくれる人がいるとか、手を差し伸べてくれる人がいるっていうのがあったように、なんか今の双子座さんに必要な人っていうのが現れてきてるんじゃないでしょうか。でしかもめちゃくちゃその人は信頼できる、もう本当に心がつながってるっていうか、信頼できる人、そして喜びをシェアしてるし、自分もこの人と会えてよかったみたいな、そういう感じです。なんかこの3枚のカードだけ見たら結婚するんですかみたいな感じがするぐらい、そういう素敵な人、信頼できる人、本当に関わりたい人と関わって心が満たされているっていうカードです。いいですね。そういう人いませんっていう人は、ぜひ自分がハートを開いて人と向き合ってみてください。感じられると思います。そんな感じかな。いかがでしたでしょうか。皆さん何か気づきになりました、ヒントを得られましたっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。このカードはフランス語で書かれているので、ちょっと私は読めませんので、皆さんもご自身の直感で感じてみてください。これかな、じゃんジョイじゃない、これはなんかそういう感じのカードですよね。ということで、このカードを見てご自身へのメッセージとして受け取ってください。はい、ということで今回もありがとうございました。素敵な時間をお過ごしください。失礼します。